で、録画開始ボタンを押しました。皆様、YouTube クラシック音楽道場毎度ご覧いただきありがとうございます。ベートーベン作曲悲愴ソナタ第3楽章の勉強をしていきたいと思います。大変な名曲だと思います。頑張ってやっていきましょう。頑張ってみてください。頑張る音楽です。ね、ベートーベンが自分のね、ほんと苦しみ、耳が聞こえないという病ですね。それを乗り越えて、なんとして生きていこうかという、そんな、力に満ち溢れた音楽と解釈するので良いのではないでしょうか。皆さんもね、人生辛いこと苦しいことある、それをさあどう乗り越えていくか。どうしようごめんなさい。だけどでもう一回強くなってでこういう音楽ですよね。ドーという音が、第音と書いていきますよ。どんどんドの音が第1音の主音となる、破単調セモールの音楽、小文字で C ちょんちょんと書いて、これで単調の音楽であるということを表しております。ソドレミドミソというコードネームを私は上に書くのですが、これはね、ドミソ C マイナーという和音で、これは和音として見るとソシレファ G7 スでまた C マイナーの一度の和音戻っていく。その前の G7 スっていうのはセモールにとっての属七ですね。5度の7という、日本フランス式なのかなの、数字の和声の書き方ではこういう風に、書きまして、それでドイツ風の機能和声っていう言葉も書き方もうちではやっております。このね、トニカと小文字の T と書くことで単調トニカ。この音楽はハッピーじゃない。これもしもって言うとね、もう悩みが晴れたっていう音になっちゃうんですけど、でもね、全然雰囲気が違いますよね。C マイナーと C メジャーの違い。そういう意味ではこの曲が非常に単調であるというのがメロディーにもはっきり現れているのはソドレミドレミというこの音が小文字の3ってこうピピピとね、こう上に蓋すると大文字の3で3度の和音ってことになるんですが、この蓋なくすと第3音という、どこに書けばいいかな。まあいいや、第3音というのは長調っていうのか単調のどちらかを決めるという主音からの単3度上だと単調、主音からの長3度上だと長調になるという。第3は正確音というね、専門用語で言われるそうですよ。その長調単調のキャラクターを表している。それがメロディー正確音として、この曲は単調でね、ドっていう風に降りていくという、これはドは主音です。いきなりね、メロディーが主音でね、単調を感じながら降りていってんで、ドはドで主音のね、トニカという和音で音楽が終わることを全終止と言ってみたりします。いきなりね、これはセモール
僕は不幸ですと言ってるようなもんかなと。はいはい。で、5度の7というのは、ドミナント属七 D7 と書いてドミナントの7。で、トニカへと落ち着いていく。そういう、はいはい、始まりからですね、セーモール感が溢れているという。もう一個気になるのは、左手のこの小指でですね、5の指がずっと、法則音として、この1の音をね、1の音を鳴らし続けているということも知っておいていいかなと。はい、そういう音たちになってるわけですね。ソドレミっていうのは、ソドレミっていう音は、ソドレミでダダダダとか、なんかすごくキャッチーなとてもいいメロディーと言われているそうで、ソドレミのメロディーを探すというね、そういういたずらじゃなくてそういう研究もあるんですが、まあそれはさておき、はい、こんな感じで途中からペースが上がると思いますが、どんどん勉強を進めていきたいと思います。面白いと思っていただけましたらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。当チャンネルでは実用和声解析と称して実際の演奏に活かせる和声の勉強をご提示しようとしている次第です。和声をよく分かって演奏したいという方々のピアノ勉強の参考となりましたら幸いです。動画は長いものになると思われますので、概要欄のタイムスタンプをどうぞご利用くださいませ。で、分かりにくいことがありましたら YouTube の巻き戻し機能を使ってどうぞ何度も繰り返し見てみてください。画面のですね、左側をこうポンポンダブルタップすると、お手持ちの、スマホの設定によって5秒とか10秒とかね、はい、戻ることができるので、ダブルタップ。はい、これ知らない人いらしたのでね、これもご案内しておきます。じっくりね、見てってください。降りていではい、どうなっていくんでしょう。ここら辺のなんでレっていう音をわざわざこう書いてるか、こういう装飾音的に書いている。こういうのはですね、ドミソっていう、ここは基本的にはドミソという和音でできてると見ていいかな。その時にレっていう音は、ドミソに入ってないレの音。で、レとミでここでね、これは、一瞬で難しいんだけど、こういう装飾音を下の音とほぼ同時に弾くことでミとレのぶつかりレ、これもですね、イレブンスという11度というジャズ風な言い方しますけど、この音も濁ってる音ということで、ドミソに入ってないファ入ってないものを2つぶつけることでね、なんだかね、人生うまくいかない。なんか心の引っかかりがあるという、そういう音をまぶしているというね、ことになるんです。ついでにもう一つ言うと、当クラシック音楽道場246和声解析法と称しまして、これ、ドが主音ってさっきやりましたね。ドの2度上のね、このレの音っていうのは小文字で書くか今日は、第2音。第2音がちょっとね、2の音、レミファが第4音。4音がちょっと、2、4、ファソラー、ファソタリラー。で、ラの音が第6音、ファソっていうちょっとね、この装飾音ついてるんですけど、この通り246という音たちにクレッシェンドマークをちっちゃく書くことで、この音はドミソという、ね、この曲のトニカ、一番落ち着きある音と異質なものであるという盛り上がりというものをね、ベートーベンがこう、ね、最初はミとかドミソっていうトニカの音ばっかり、レとファとそれとソラとね、こう間に246をうまいことまぶしている。ここにこの曲のね、緊張と緩和を見出すという、そういう音の解析の仕方をしております。どうしよう、そういう言い方でいいかな。そう
そう、この音はもちろん第5音のソシレソ G メジャーというのは5度の和音のドミナントという風になるわけですよね。で、ファラル、ここでフレーズが一回終わっているかな。ドミナントのなんでだろうっていう、の音っていうのは、また、何音っていう名前がついてるの、わかります？この単音で見たときに、これは、俗音というね、第5音。第5音は俗音という言葉もあります。俗音があって、主音があってよ。なんでだろう。悲しいなっていう主音っていう、悲しい単調の結論っていうのに対する語っていうのはなんでだろう、さっきから何度も言ってますけど、そういう意味合いを持つ音です。きっとというかな。で、の俗音でフレーズが終わっていることを半周詞と言ってみたり、最近はね、半周詞っていうのも、もういろんな専門用語がたくさん出てきますが、そういうのを駆使して、このベートーベンの描いた音楽の気持ちに迫っていって、こういう音のニュアンス、意味があるんだなと思いながら、聴いたり、あと演奏する人もね、そういうことを分かって弾いていくことで、どんどん曲の音の意味にね、ベートーベンの気持ちに迫っていけると思います。単調で諦めのような、ちょっと引っかかって、なんでだろう、6の音で、ミファレルミドというふうに分かりやすいところから書いちゃうと、レルミド、主音で終わる全周詞、ドミソドっていう後ろの方でも最後のドっていう音でね、後ろの方、左手もここで全周詞をする。で、ファーソル、ここからもう一回繰り返しますよね。やっぱりまだね、ゼーモール、破単調の音楽としてずっと転調はしてないかなと。ここを調べていきましょう。5小節目は、和音としてはシレファラという B diminish seventh というこういう音、なんともね不気味な diminish というのは日本の言い方をすると原七の和音というね不気味な音がしてる。これはごめんなさい、さっと言わせてください。これはソーシレファーラというね G 一かかで G7 ナインスのこの G という第1音がなくなると根音省略、ね、G っていうのは5度でしたよね。見えてるかな。5度の日本では属句ってね、9って書くだけ。でもこので根音っていうのがなくなるっていうことでシレファラ残ったものが原七の和音になるという属句根音省略形というのが原七になる。これはもうそういう和音となっております。もう完全な和声の授業です。これはね、根音省略、ドイツで書くとドミナントの7と9、ドイツは両方書きます。での反対に助けがけすることで根音省略でシレファラという音が残ったよというシっていうここから数えたらシレファラディミニッシュセブンス、この根音から数えたら7、ラフラットっていうのは9になるという、属句と原七という和音についての説明ですね。わかりにくかったらね、今のでざっと早く言ってますけど、巻き戻し機能を使って何度も繰り返し見てみてください。ですね、ドミナントっぽい音がしてる。ラレミファーザ、これは再び一度のトニカ、第一展開形って言ったりするんですけどね、ずっとね、なんて言ったらいいかな、あと道を言っとこうかな。
このこっちですね。ファソね、ファソロシュライファーって言ったりするんですけど、ずり上げるみたいなそんな意味合いだったから、ずるりっと上げてずるりっとね、人生の重みをずるりっと上げる。上げては苦しみ、なんかずるずる人生いろいろなね、足かせをはめられているようなね、ベートーベンの場合は耳が聞こえないという音楽家にとって致命的な足かせをなんではめられなきゃいけないんです。それでも自分は生きていかなきゃいけないのかというね、人生の足かせ、皆様は何を思いつきますか？私も私の人生だってね、大変ですよ。音楽家として生きるの大変ですからね。音楽家なんかで食っていけないよみたいなね。でもどうやったら食べていけるんだとかね、本当に人生いろいろです。はい。で246っていう意味でファーラスで、このファっていう音が第4音という単音で考えた時のこのファっていう音もとしてね、ここがはい246という音で、ここになんだかずるりファソラっていう、今日もう書きませんけど和声だから、同時に弾くのがいいかなと私は思っております。ミファラドエサナ、この左の音が1234566度の和音にね、ここはね6という音に移っている。右手のメロディーはそう主音にね、いやこれ全終止してるって言いたくなるんですが、これ同じ和音だっていいじゃないですか。それがわざわざ6の和音で伴奏する。これをね、主音の割に左手が6っていうのをね、こういうの義手詞という風に言っていいかな。左手が1度の和音じゃなくて6度の和音になっちゃった。本来ならドミナントから6度行くことを義手詞と言うんですが、ちょっと肩透かしくなったような、あれっていうこの6を感じましょう。義手詞敵その前トニカ1度の和音の第一点回形、1度からそのまま6いっちゃったから義手詞敵。ここが間が5があったら義手詞ですけど、ちょっとね、なんか肩透かし感がある。あれでね、これがめちゃくちゃ難しいんだな。困ったな。ほんとベートーベンは後で気が向いたら言います。これはね、ドッペルドミナントの難しい和音なんですが、後で。それとも今言うべきなのか、しょうがない。順番に言うしかないか。はい、今から心して聞いてくださいね。そう前から説明していこう。ここはドミソという C マイナーの和音に見えますが、下にいるのはここは第5音がね下にあるということで、わかります。正門の第5音だから書くことでね、音 G と書いてみようかなと。で次はソシレソ、普通に G の5度の和音とで1度の和音の C マイナーでおしまいになるよという、これはさっきやりましたよね。はい。だからドイツ風の和声で書くと、ここが、ね、1度がトニカの前がドミナントで、その前このドミソというのはトニカという、日本だとね1度の2点っていうふうに言うんですけどね、ドイツではそう考えないで、このようですね、あくまでもソの音がいるから、これは音 G という、これはドミナントであるという、なんのこっちゃと。でこのソというドミナントから
普通はソシレっていう和音がもっと普通のドミナント。でもこのシの音第3音を4音にパワーアップさせて、で第5音を6の音にパワーアップさせる。このドミナント5、ね、の音からの4度6度という、これは四六の和音としてパワーアップしたものなんだよと。ドミナント四六だから、あくまで1度の和音じゃない、ドミナント5度の四六なんだと。これはちょっと私が発明した書き方なんですが、1度の2点って書くとね、トニカっぽく見えちゃう。これはね、トニカ、ドミナント、トニカっていうのじゃない、あれなんだというね、なんかトニカばっかりって考えるのがもったいなくて、ドミナント四六でドミナントでトニカに戻る。こういうドイツの和声のこだわり。ドミナント四六でという和音になってます。その前がね、ファシャープがあることで、どうしようかな。ドミファロ。じゃあ、はい。ドミナント四六の前の和音は、ちょっと分かりやすいから、これ、コードネームで言うと、レファ、レがいることにしましょう。レ。D の、で、ラフラットが困る。もうしょうがない。こういうのマイナス、じゃあフラット5って書き方の方が分かりやすいか。フラット5。普通のラじゃないんですね。レフラット5があって、ドがあって、セブンスで、こういう和音になってると言えるのかな。この、ね、これ、D という音は、そう、このソシレ、G へとね、落ち着くという性質を持っている。これはドミナントを目指すためのドミナントという、こういうのをファシャープがあることでね、ドッペルドミナントとのマイナス5、低い5と7、9という音がついているよと。本来はね、このレっていう音は、実はね、これは通り過ぎてる音ということで、本来は根音省略、レがなくてファラドミ、ラドミファというね、そういう形で出てくるという、日本風に書くと5度、もう一番難しい和声です。これが5度調の5度のファラドミ、第5音下方変異、こうやって鍵って言ってちょっと下がった音にするんですっての属句の根音省略のすると第一展開形、第二展開形としてね、ラドミファラフラットファシャープというこの音程がわかります。ラフラットファシャープ、ラシドレミファは6度であり、こことここの6度、何6度かというと、これを増6度、増6の和音というね、えらいめんどくさい、音が一瞬にして現れる。だからこれはドッペルドミナントから一度の2点いくっていう言い方がね、どうしてもね、美しくない。ドッペルドミナントはドミナントの四六を経由してとにかく。ね、わかりました。ドッペルドミナントはやっぱドミナントを経由していると。ドッペルドミナントが一度2点いくっていうのではなくて、こうするとすごく辻褄が合う。非常に少ない音を使いながらベートーベンはしれっとこの増六の和音を使う。ドミナント四六を経由して、はい、ドミナントトニカという、はい、和声のね、非常にシンプルイズベスト、あっという間にこの悲壮ソナタ、そういう難しい音を使っていました。今のが分かったらね、黒帯三段っていう、勝手にね、難しかったらね、飛ばしてみていただいていいですよ。ね、どうぞ概要欄タイムスタンプ使ってください。グッドボタン、高評価よろしくお願いします。頑張ってね、YouTube 本当になんかを見てくださる方がね、なかなか増えなくて、YouTube に
嫌われてるのか、もっとね20分に収める動画なんてでも私はできないので、もうやるしかない、我が道を行くしかないと思ってもうしばらく頑張りますが、もう頑張るぞっていう気持ちで音楽をね、単調、さあどうなる、引っかかって、なんで登録者増えないんだろうと、もうこんなに頑張ってるけど、もうだけどね、仕方ない、でも我が道を行くしかないのかな、頑張って、もう辛いけど、でもさあ、いつまでやり続ければいいんだみたいなねはい、私の感情がいっぱいこもった音になってしまいました。で、同じくここからもファソラ第6音のオクターブね、強い音、ラとファっていう音がね、はい、246としてラとこのね音を、この吐く頭の音をちょっと大事に感じてみて、和音としては先ほどドミナントのファシル、はい、はいはい、79、この省略79、原始の和音ですね。同じです。同じです。だからセモールの1度の第一展開機の、そうここはね、ここは義手詞じゃないんだ。左とのラっていう音がないのでね、案外 C マイナーのままなんだ。へえ、そうだるんでだるへえ、そうら。後からね、ここの後から6がちょっと引っかかる。1回目は相当強く6って出ましたよね。義手詞だったのと、トニカをずっと感じ続けて、どれここから青二クでちょっと6を感じる。なんかちょっとした違いがありましたね。で、どれ、ここがもうドイツ音楽、クラシック音楽でもうこれはよくある形です。C6でドミナントニカっていうちょっと略して言うと上手に、ね、YouTube が訳するの難しくなっちゃうんだよな。早口で喋ってるからだけど、ね、YouTube 本当に英語になるのありがたいのでね、 YouTube 頑張ってください。どうぞYouTube 応援してください頑張って動画作りますのでね、先行きます。さあね、こういうシナチュラルとシフラットが同時になるっていうのもなんかすごい気持ち悪い音がするんですが、そういうぶつかる音を黄色く私は書いたりもしますが、変な音を感じておりましょう。でもコードネームとしてはドミソシという C7 という音になってるかな。シファラドという F マイナーというヨドの和音にね行きますよね。 C7 ヨドの和音を目指している属七、こういうのあれヨド調の5度と言ったりします。ヨド調の5度でミファレルミね、 C マイナーだったものが同じ C っていうね音なのに、それがね、同じ C がセブンスになると、俺なんか変わったなって感じがしません？ C でだんだん C4 を目指すっていう音になってるのかなと。そして C、 もうどんどんいきますよ。C、ファラドに入ってない C の音が前もって C の C が鳴ってる音が後から濁るの分かります？ここで C とファラドに入ってない C、 こう前もって鳴らされて後で引っかかる濁りをもたらす音というのを渓流音と言います。引っかかりがある、心の引っかかりを前もってやるのが渓流音で、先ほど黄色く書いたね、
このそうかね、三楽章のこうぶつかる音っていう風に単7度13スって2楽章もね、どうぞ見てあげてくださいな。あんまり伸びてないんですけど、こういういきなりドンぶつかる音は、これはイオンという、このぶつかりのこと、心の引っかかり、音のぶつかり、心の痛みとしてね、ベートーベンがうまいこと、音にしてるんです。というわけで、ここは C というヨドのサブドミナントを目指すクレッシェンドって書いてるのと合いますよね。こういう、はい。お祝いになるかと思うと4を目指して続七からおしまいにならないで6、これぞ6になってもう一回飲みさせはい、今の分かりました。ここがこれぞ義手詞でした。13小節14小節13がミレドシね、ソシレファ G7 スソシレファからラドミというね A フラット、もう完全に6いきましたよね。A フラットの場所をよいしょ、はい、なんで横に書くか、ね、続七からミレドシド主音になってると思いきや、左手は6へ行った。もう完全なる義手詞です。もうね、苦しみは苦しいだけど苦しみが消えるかもしれないという希望を胸に抱いていいのか私はっていうベートーベンのね、耳は聞こえる、いつかまた聞こえるようになるのかもしれないみたいな、苦しいですといや治るのかも、そう、これがこのベートーベンの気持ちをね、この義手詞という作曲技法から、読み取りましょう。ベートーベンここにいらっしゃるんだけど見えるかな。ここにいますね。ちら顔が少し出ましたが、ここにハイリゲンシュタットの遺書って書いてあるんですけど、まあいずれご紹介します。ハイリゲンシュタットの遺書調べて見ていただくとネット上に出てくると思います。読んでみてください。ベートーベンの本当もう生きるか死ぬかを覚悟した、だけど芸術に生きると決めた、そういう人です。そういう音楽です。義手詞します。ドドミソシで同じくです。C7 スはヨド調の5度から C からのヨドへを目指す。はい、先書いちゃいますかね。ヨドラソファミレドシ5からの1と。で、5151ね、51も51なんでだダメかなんでかダメかもうどういうのとにかくこの連続であるという、はい、ベートーベンさん頑張って表現してるんです。音楽を9から弾きます。6を漢字で白く D でヨド調の5度からギヒューしてもう一回さあどうなるねはい、先を見させてくださいね。ここはなんだっけ、18からなのか、18小節から先の話になりますが、でもな、ちょっとペース急がせてください。ドミソシ C7 スね、F マイナーヨドなのかな。コードネーム先に拾っちゃいますね。シソミドシシドソドミソシで同じく F マイナーいきますよね、次が。はい、ここですね。あ、ファラドに入ってない C という音はこれなんて言うんでしたっけ。あれですね。あれなんです。あえて言いませんが、あれです。はい。
F マイナーの音楽に見えるかな。だけどね、シレファラ B フラットセブンスの属七の音が下にあるっていうのはね、第3展開形ってね、気音形第1展開第2展開ラシレ第3展開形っていうことになってるんだなってちょっと知っておくとね、はいはい、属七が下にいるという、属七の和音っていう言い方と単音としてのラというラフラットっていうのが属七の単音であるという2つ言い方があります。音楽和声はね、和音のこと言ったり単音のこと言ったり、そういうふうに考えていいと思いますが、はい、ちゃんとね、シレファラはミソシという E フラットという音に解決しますね。ラソファミレドシラシレファラ B フラットセブンスが、はい、ミソシという E フラットに全終止したって、ラソファミレドシラソレドシラソ、こんな感じでいいかな。大体減衰していく。はいはい、この音がね、一度の和音のであってのトニカであって、でその前というのが属七合同の7、ドイツ風に書くと属七と、はい落ち着いてトニカになったよと。属七からトニカ、もう何箇所でも書いちゃうメロディーとして全終止したり、ドミナントトニカ5度7からの1度。なんとここはね、エスドゥアという調整にね転調してるんですね。これからもういいや、22の瞬間、これはシルファラっていうのはエスドゥアという調整、これはね、この曲セーモールにとっての平行長調という長調なんですね。明るい音、希望を持っていいのかな、ちょっと、はいはい、きっといつか良くなるんだ、神様は僕を見捨てない、きっと見捨てないんだって、フラット3つの神様を信じてるかのようなね、そんな、はいはい、平行長調に転調するというのももうよくありがちな綺麗な作曲になってるかなと。この先ずっと S ドゥア、はいなんですね。ここがね難しいな。どうしようかな。簡単なこと言うとドーン、ここでね一回、強い全終止、こういう時はチャンチャンチャンって収める必要ないです。もうドンドロンドンってドンドロンドーンで終わっていいと思います。で、さあどこ行くんだ、どこ行くんだ、これどう感じるかな。スフォルツァートピアノってなってるから、これはなトニカっていう風になるかな。わかんないや、属七 F モールとしてのね、 F モールにバーンいきなり転調するってことにすると分かりやすいかな。ツェーモールにとってのヨド調の5度だとかね、あるいは S ドゥアにとってのじゃあ一応書いてみましょう。 F モールというのはイコールツェーモールにとってはヨド調なんです。ヨドの調整であり、だけど次 S ドゥアに転調するという意味では S ドゥアから見た時にファっていうのは2度調というね、この F モール、この人を使うことでツェーモールヨド S ドゥアの2度というこの両方の意味合いを持たせて、スムーズに転調していく、ちょっとしたねこういうのエンハーモニック転調っていう感じが、ちょっと F モールを間に挟んでるという、どこ行くんだろう、 F モールなのかな、2度なのか4度なのかな、なんだろうこれはっていう、そういう音として捉えるのでどうでしょう。あれどこ行くんだろう、
F モールってこれ一体何なんだろう。続七でなるほど、きっとね、シドルチェっていうメロディーになってますよ、ね、きっと、はい、こっからメロディーね、シトニカと続七と一度トニカと続七ばっかりですね。この渓流音はね、ミソシのシだからあんまりぶつかってないのでね、穏やかなタイの音です。こういうのは渓流音とは言いません。ぶつからないから。ドレミファソラファドレミファソラファ、どうしようかな。第6音に向かってね、ちょっと登っていくかな。こういう頂点の音として、ドレミファソラファラソファミ、気をつけていいかな。で、これ面白いのはミソシという音に入ってないラの音はイオンです。ラソファミ、強弱中弱ってこうやってね引っ掛けるのがウィン風の歌い方なんです。ファミね、これがミソシに入ってないファミ、ミとレでぶつかる強弱中弱、こういうのが典型的なウィーンのメロディーだなんて言われたりしますね。エスドゥアにとっての一度の和音で続七、一度と続七だらけですよね。救ってくれますよね。きっとですよね。ダメだね。救ってくれますよね。きっとですよね。なんかそういうベートーベンの感じなのかな。で、はい。ミソシに入ってないラはミファソラ、第4音でもあるラ、ミレドレア、ファは第2音で、ちょっとこういう動きをね、動きがあると、ウィーン風の歌い方になるそうです。ドルチェドルでドミナ神様はひどいんですよね。ここからね、ミレドシス、やっぱっぱららら、ここからね、なんと下の内声がアルトっていうのかな。アルトの声部がね、ちょいと顔を出すんです。ちゃんちゃん。続七なんですよね、これが。シレファラ、ララ、続七、ラララ、ね。こういうのぶつか、こっちだ。マカの、ぶつかる。ラソファミ、強弱チュラミレドレ。はい。はい。ライラララ。ここの、黄色くなっちゃった。よいしょ。ララ、この4、ね、ミファソラ、続七であり4の音でもあるという。この内声がね、いきなり、入って、ミレドレミ、おしまいへ。一回、全終始っていう音になるかな。でも下先はみでね、苦しみいつかなくしてあげない。苦しみ続けなさい。単調ですか？ E フラットマイナーですか？ S モールなんです、これ。ひどくないですか、これ。ミレドレミ、単調のトニカになっちゃったと。それ感じましょう。神様ね、直してくれないんですよ、このベートーベンの耳を。一生治らないですからね。どんどん悪くなりますからね。ベートーベンの耳。でも、それでも頑張る。だけど苦しみ。でガラッと音楽が変わるときは私はパッとねフレーズを分ける、楽節を分ける線って書いちゃいます。あらら、神様ひどいですね。ドレミ、もう単調です。ファソラファ、だから S モールのもう一度、レミ属七ファソラファ一度、
俺どうなる、うわ変なことになった。ドレミファ一度ファソラファソ単調のソっていうのは一度ね全終止してるって言ってんじゃないかな。でここからシはいシなんでこの5度の和音で出てくる第5音っていうのはいよいよこういうのを俗音と私は言ってみたく思います。俗音であり、こっち手話音ね、味噌汁のみが手音、手話音の中でシっていうとこれはねトニカとしての第5音、俗音って感じじゃないと思います。単調のトニカの第5音でもこれがね5度の和音になるとなんでっていう感じしません？で今度ひどい音しましたね。シの音は行った先がシドこれすんごいぶつかるシーと聞こえます？この顔見せします。このなんでこんな殺生なだって神様で殺生なって英語でちゃんと翻訳してくれるのかしら。エスモールねって言いません？そんな生殺し、そんな神様ひどいよっていう音に聞こえません？でドフラットはミファソラシド第6音なんですよ。6音でベートーベンはねこれねドフラットラ、はい先ほど出ましたね。これは増6度の音程のある増6の和音となります。するとこれは元もミラシという5度の和音5度の和音を目指すためのねさっと言っちゃいますよ。頑張って何度か聞き直してください。B フラットという和音を目指すためのC ファラドミソF7 ナインスのファラでドフラットがあるからフラット5で1の音がないよというね、そういうファはない。ラドミソドミソドミソラそうないか、そうないわ、ないだから9はないんだこの場合は。というわけでこれはなんだっけ、ドミラしかないのか、イタリアン6っていうのか。だからドッペルドミナントのコーン省略マイナス5の7だけついてるという、こういうこのね普通はこのファラドミーっていう音なのに、このドがドフラットになる、マイナス5フラット5になる、それの第二展開形、ね、になる属ファラドミー下方変異第5音下方変異の属7の根音省略の第一展開第二展開形という、はい、増6の和音というのが出てくるわけです。不気味な音がしています。はい、これが今のが分かったらもうすごいと思います。もうそしたら黒帯3段を検定し、贈呈いたします。ね、分かりにくいことありましたら、巻き戻し機能で何度か聞いてみてください。今ので短くね、超難しい増6の和音です。それを使うベートーベンがすごいですよね。5の音をぶつけてこの係留させて増6の音を使いながら、さあどうなるどこから変わるなんとなくシドレドシドレ、
この音が明るく聞こえるんだよな。この辺りからね、S ドゥは長調の方向へ行っていいかな。はい。で、和声、ごめんなさい。どんどん書かせていただきますね。これは。シレファー、ドミナントとシミソ。これね、白くって考えていいと思います。ドミナント、白くになって、ドミナントで白く。で、ドミナント、ドレルシレファラ、属七になって、レレレ、属七行ったりラリラリラ降りてきて、ファイナル、おしまい、全集。左手の音が、ね、ミという第一の音で、ドミ、トニカっていうことで全集詞する。ここに、はい、属七、トニカを感じる。蝶々ですね。なんか、そう。なんだっけ、この音って。タリラリララ、ミワダ、歌ラリラリ。一拍目の裏から始まるメロディーっていう。タリラリララ、ラース、今書いちゃったからにはラー、一瞬の全集詞を感じてもいい。一瞬ですよ。もうほぼここはもう分けて弾くことできないと思いますけど。シドレドシミ。左手もね、こうやって。はいはい。5の音で1。左手が和声感をね、はっきりと示すんですよ。クラシックっていうのは。ね、5度。どうなる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  ?5 度と1度。そういう音になるかな。増6からさあ、四六、ドミナントと四六と、さあ、どうなるどうなるどうなる強くしちゃった。ごめん。とにかく、5と1、5と1。で、四六 D。最終的には、今言ったところから言っちゃいますけど、42か。ね、もう見えますね、これ。シミソ、4度と6度。ね、5度の音から4度、6度になっている。で、その次は5度のシレファラ7から1度に、もう全終詞はまあ赤い字で書く。タラタタタタ。で、ドイツ風に書くと、シミソがドミナントの C6 で、属七トニカ。大文字、長々ですよね。で、面白いのは、ド、シミ、その和音にドは入ってない。いい音でぶつかってます。いい音でシルファ、ね、シルファラにソは入ってない。いい音でぶつけて、ちょっとだけ甘美なおしまい。こういうね、ぶつかりの音も巧みに使ってるんです。ベートーベンは大天才ですからね。音の扱い方が完璧に上手なんです。ね。はいはい。これがおしまいの部分。S ドゥアですね。はいはい。で、その前、なんだ、もう同じですよね。37から1度、5度。1度、38小節が1度、5、あと、青い字かな。数字合わせが5と5と1と。はい、1の音からさあなんか変わりますよね。レミソシレイフラットセブンスミラドミエドミナントモーションって言うんですけどね、こういうの続七度とにかくアスドゥは転調したのかと思いきやじゃない、この曲はもうね S ドゥアンなんです。ミファソラはヨドの和音です。ヨドの和音行くためのヨのドミナントだからヨド調の5度、あれどこ行くんだヨド調の5度はヨドを目指します。ここのねサブドミナントに向かってドン、ここのね属七トニカをこうやってね減衰させなきゃいけないって思ってる人いるんじゃないですか。このヨド調の5度という解釈をすることでヨドこちらをね解決させずにヨドを感じて白くでおしまい。きっといいことがあるぞというサブドミナントを盛り上げる、こういう和声の解析と弾き方があります。はい、今のすごく役に立つんじゃないかな。属七トニカはね減衰するように習いますからね。基本そうですがこれは裏技です。行く先がヨドだった場合は大きくするのありです。はい、ということになります。いかがでしょうか。さあ
時間省略のためにごめんなさい。先行きますね。で、ヨドが白くとドミナントトニカで、属七と淀町のごとともう一回で、はいはいはい。しばらくまだ S ドゥアですね。S ドゥア44小節入りました。ティファ属七トニカテラは淀でしたっけ。ラ第4音があるかな。また出た。ほらこれがまたね、増6の和音どうかミファソラシド第6音か。これ6音があって低いドフラットになるとちょっと低くなってラシャープはラナチュラルか、高い4の音で、最後は5というね半収詞をする。だからその前というのは5の前の5度調の5度のファラドミファがあるか。だからこの場合コーン省略じゃなくてこれでいいんだ。第5音カフォエヘインのファラドミの7ドミファね、第2点回形第ねで、はいしれっとこの増録の和音使ってたんですね、この曲。はいはい、いい勉強になってるかな。これは低い音で、こちらからはソプラノが答えるよっていう。低い音っていうのはファーファーファテノールって言ってもいいのかな。低い声とで高い声で運命の女神よって言ってるんです、ベートーベン。運命の頑張って生きてたら神様は私を嬉しい気持ちにさせてくれるんですか。あなた頑張ったならご褒美をあげてもいいけど、その前にくるくるあなた働きなさいよっていうのが運命の女神様のお言葉なんでしょうかね。属七とにかでね、みそし、ここは何小節だ。46、8、49小節、またみそし E フラットだったものが E フラットなんだっけ、セブンスみそし入れなるほどね。でシのみそし入れ、この場合はこれは逆です。 E フラットなんて言ったんだよ、プラス5のセブンス。だからそんなこと言わなくていいんだ。 E フラットオーギュメントって言えばいいんだね。増5度の音です。ちょっとオーギュメントになってね、セブンスです。行く先シンド、行く先はヨドね、ここでヨド調の5度の属七を経由してオーギュメントはどうかける。ヨド調の5度属七情報変異上にキュッて鍵を書くことでね。はい、でさあヨドを目指すよ。もうドイツではねこれ書けないのでね、ヨドを目指してね、属七でトニカとおしまいってことになるかな。はい、こういう和声になります。おしまい。タリララララ、おしまい。ダリラリラシオシラソファミ。全終止。シドレロシミ。全部全終止しますね。もう書かないで失礼します。S ドゥアの、ずっと S ドゥアか。はいはい。他に書きたいことあるから、ミラー、これが第4音です。ミファソファミラー。頑張ればいいよ。ド、6、
4、5でまたミファソファミラ。おっと今度はフォルサートまでついてる。ラシ。左手はパッと半収集をしてね、右手と左手ちょっとずつ音がね、見れどおしまいだけど、右手はおしまい、左手はあれ中途半端に終わっていって、すぐにまたすぐに左手が動き出す。そういう、はい、こういう音たちの処理でいいかな。赤い字だったり青字だったりは多少気まぐれですが、見方が見ろ。はいはいはい。シドルスミね。シドルドシス。面白いのがシドルドシス。シがエスドゥアのこの音、属音。属音と主音だったものが、スフォルツァートがないのもね、ここもシドルミこれね、これカッコするの好きなんだよな。これ見業は見ろ。わざとね、わざとあまりやらない。ソウルサートついてないのはなぜかというと、シドルドシ、このシ、属音じゃなくなって、これ何か。これはなんとね、これ何の音だか分かります？この曲のツェーモールですね。ツェーモールの、あれドーンっていう、パッと魔が差すというか、ここでね、この S ドゥアで楽しく頑張れば頑張れば頑張ればね、いいんだよ。頑張ってね、なんだけど、頑張って、だけど、ね、で、はい、ぐるりぐるり、でも、ぐるりぐるり働いてて、本当に神様、救ってくれるんですか？どこにその保証あるんですか？っていう。なんかね、ここで、あれなんか風向き違うなと。シドレドシ。ここで面白いが246なんですよ。シドレドシ。24。4で6で24。4。4。ダン。ファー。これは属7。属7。5度の7。外ファしかないんですけど、そんな頑張って奈落の底にその後をまさか落とそうという魂胆じゃないでしょうね。2462属7からでもけど、その言葉信じていいんですか？奈落の底にどうせ落とすつもりじゃないんですか？っていうね、もう疑惑だらけ。属7のドミナント7の1でしょね。え、そんな音楽なのかな。ツェーモール戻っちゃいました。ロンド形式です。同じです。はい、いかがですか。44から属7とトニカ優しいで、ヨドと増6とドミナントで信じていいんですかって、ヨド町の5度、ヨドと、はい、ぐるりぐる、頑張れ頑張る、動とるでおしまいでぐる。だけど、ね、なんか疑り深いベートーベンの運命の神様、どうしてくれる本当かしら。だってでもな、辛いものは辛い。引っ掛けて、なんでこんな目に遭わなきゃいけない。ずるりっと上がる。とにかく義手しと白く DT。もう一回よ、6の音、6を感じて白く。で、代理収支からの義手式渓流。ねえ。ねえ。でも今辛いものは辛いんですと。なんとか今もすぐにでもなんとかしてください神様みたいな。すると、大きな中間部 C パートへと入りますね。という言い方していいかな。いきなり C って何のこっちゃ。ロンド形式の C パート。はラドミロ A フラット。もう書いちゃいます。アスドゥア転調でいいです。アスドゥアに。ね。アスドゥアの曲。なるほど。
ね、アスドゥアというのは第2楽章の調整でしたよね。ここでね、こうやってちょっと穏やかな気持ちをね、思い出して、赤い字で書きたかったな。まあいいや。さあ、ここの和声どうなるかな。1時間4分。一回終わるのかな、1回の録画で。ここ難しいですよね。で、2度と5度から1回終わりになるかな。ないか。行き過ぎたから。ドミナントかな。で、6と転調しておしまい。はい、こういう音になるはずですけど、ラドミラド、1度の音ですね。ド、じゃあどうしようかな。ド、ファがラシドレミファ、もうね、第何音でいいや。6音、6、2、5、5文字で書くのか。5の音で、ラはね、主音なんです。1音ですよね。だけど、主音で終わってるかと思いきやの、ド、ファがラシドレミファ第6音なんですよね。6と2、これはもう2度の和音で構わない。2、アスドゥアの。ちょっとここね、義手詞的な何かあるんじゃないかな。この5、5、6。なんとなくその気があるかも。246で処理させてください。これがドニカイ、はい、A フラット D レファラというヨドの和音。トニカサブドミナントの膨らみを感じて、ミソシ、なんとなく E フラットが見えるかな。ミドミっていうのは C マイナー。はいはい。これはドミナントであってこれは3度の和音。5度の和音かな。1度、4度、5度、3度で2度、5音で、最終的にはうねうね、ラレドシラソミソシという5度で終わっている。レドシラソ、同音でフレーズが終わってる。穏やかなのはなんでだったっけ。これの音なんだったっけ、なんだったっけなっていう半周詞。あれ、この穏やかさ知ってる。2楽章だったかしら。まだ思い出してないかのような。うねうね動きながら、あれラシドレは4かな。この綺麗な歌い方は、よいしょ、いいろ。あれ、こういううねうねを書き出しましたけど、どことにかと6と4、2と6の音と、で、半周視して、はい。どうでしょう。どんどん行かせてくださいね。ラ1の音からレの、そうなんだよな。ここはなんと粘土の音がレとぶつかる。次どうなるっけ。確かぶつかるんだっけ。ファーの音はソとぶつかる。シの音はミとぶつかる。シはドとぶつかる。ミとファーがぶつかる。これはなんと、これ覚えてます？このぶつかりを毎回感じるという渓流音オンパレードっていう状態になってるんです。これを知っておきましょう。この綺麗、このぶつかりを感じる。プラス和声はどう
ファがラシドレミファ第6音か。6シが第2音か。アスドゥアのファシ2音か。アスドゥアのシそうどうこれどうしたらいいかな。ラソファミおーシマイ最終的にミレファミ最終的にはミソシという E フラットのドミナンと先に見えてるのでドミナントトニカという全収支をしているよというミレファミもねはい S ドゥアの転調なんです。だからもうこのミの音これはだから第5音なんだな。アスドゥアのラシドレミイコール S ドゥアの1の音であると。1こうなんとねアスドゥアからの続調転調してるんです。これはねたったはいよくある最初の4小節は半周し次の4小節はちょっと手が入れ替わったのかな実はもう続調に転調するという状態になるんじゃないかな。このタイの音で最後にこれが実は新しい集音になるよと。ファーはいラシドレミファアスドゥアにとっての6度の和音6の音6の音はイコール S ドゥアにとってはファは第2音という2度の和音こういうエンハーモニック転調も使っているでしれっとミラ難しいなこのちょっと4歌えるかなラで降りてくるよとこんなもんかな6度サブドミナントとドミナント義手詞をちょっと感じて半周詞からのぶつかって転調したよねぶつかりをちょっと感じこれまた戻るで転調のししたよはいという同じことになります逆から攻めるのが楽なんだよな94小節いるおしまい全収集するミが5-1で全収集しましたよねですって左手が次のフレーズ始まるんだけどミですよねここで S ドゥアへの転調をしてこれが2度の音かもう略で失礼その前ってアスドゥアなんですよねこういう音レスちょっと大事にして転調するもうねはい同じこと84、85、86ね92、93、94これ全く同じになる音が高かったりするけどはいというわけで79小節が、87小節とはい8足すのでいいんですよね79足す8、87 8小節先これも一緒です上とねファが4、6音、2音で5からはいちょっと係留してるかどうかだけチェックしないとで5と3と難しいね3と3とC これが2ドルルミ第5音で半周詞して半周詞する同じですねで次のフレーズで
難しいなこれ。濁るかな、いやーわかんない。一応書いておきます。ラドミからラドからドファーって、これがね一応なんか11度13度とか後からちょっとぶつかる。この左手の後でぶつかる。レファからのレシってちょっとね13度14度ぶつかるかな。ミソシ、これは和声音だからな。でミって引っかかってドミ、ドミラがちょっと引っかかんのかな。うわーどうなるだろう。これはドンピシャ、これは分かりやすいです。これ聞こえます？このカンビナブツカリファと7度。はい、シートぶつかる。これ綺麗ですよね。こっちは渓流大成功してる。ミとファもぶつかる。ね。で、ラスバおしま右手のおしまいと左手の始まり。無理にインテンポで弾く必要ないですよ。ぶつかるかな、ぶつかるからで感じてみると、はいはい。どうしたらいいかな。先行きますね。しみる。青二クこれは何かな。しみ。これが続みるど。E フラットと98と A フラットの、これが1度の和音。見えますよね。続七に。このミという音はね、S ドアの5の半周詞に聞こえるんじゃないかな。青二クトで。よし。先を急がせてください。ラドミソ、ディミニッシュセブンスはミドレ。ドア引っかかってるな、これ。レファシレファ B フラットマイナー。何の和音だろう、後で考えよう。ソースね、ミソシレ E フラットセブンスは A フラットっていう音にシラドね。でまたぶつかってるか。ぶつかる A フラットという、これきっとアスドゥアだな。戻るね、シレファラ B フラットセブンスは E フラットという5度へ解決するための、これ5度調の5度続七ですね。でラシっていう音が第2音だったりもするから、ドッペルドミナント、あとレはね、ラシドレアスドゥアのちょっと高い4音ということでね、246、このドッペルドミナントの音っていうのはね、246結構入るんですよ。ドッペルドミナントでドミナント。これがトニカなんだな。左手は全終止して、ドッペルドミナントからの半終止してと。こういう音になるかな。シレファ。そうなんだよな。S ドゥアにとっては、ミファソラシドレミ、もう B フラットマイナーって絶対出てこないので、これはもうアスドゥアアートと、はいはい、もうアスドゥアの2度の和音。ディミニッシュってことは2度へ行くための、2度調の5度。ディミニッシュってことは高音省略属句っていうふうに言っていいかな。S ドゥアだった音がここら辺でね、この音を使うことで、まあきっとアスドゥアへもう動こうとしてるということでいいと思います。わかりにくかったかな。わかりにくかったら巻き戻し機能使って繰り返し見てみてください。最後までいきましょう。頑張って。
91から弾きます。引っかかって引っかかって引っかかっておしまい。もう2度と5度1度と半周しとろろろではい、この後変わりますよね。転調しちゃうけれど、ドシラソ102、103のフォルテ、ここもまだね、アスドゥアでいいと思います。シド、ね、このメロディーですよね。録音、録音、2音5で、ギシュシっぽくなるかな。ギシュシ、レが第4音か。今日は小文字4、レッドシラソレ。続七で終わっている半周詞って言っていいのかな。ラレ第4音かな。はい。さあその先どうなる。はい。というわけで6と2と義手詞を感じてなんか嫌な音になってきましたね。ソイラサファミレドシミレドシドレド。はいはい。あらららら。はい。Cセブンナインス続七はドミソドファ F マイナーをねやっぱ目指してますね。あれどうだったごめんなさい。どうしよそうだな F マイナーファはまあラシドレミファは6度6度調の5度ってことになるのか。6度調の5度ね、スドゥルアの6度を目指すイコールだけどこの曲ツェーモール戻りますよね。ツェーモールの4でもあるんです。エンハーモニック転調を使ってツェーモールに戻ります。この曲のまあいっか黒く書きたいと思ったけどこの曲の主張にいよいよね戻っちゃうんですね。4音ファーこれはね高い4これドッペルドミナントなんだよな。でもそんな一応そういうことにします。ルイドギシュシとアスド4 6度調の5度わーセモールにね戻ってるんですよね。セモールのもうね5ねもうシもうまあ言うなればもう全部ねその補足音の上に第5音のねそうとこれドラムロールですよ。もうゴロゴロゴロどうなる耳がおかしいまだまだこんないい思いを考えててもずっとどうなるこの補足音5これがずっとあることをドミナントペダルっていう言葉もあるそうです。ドイツ風にはこういう下にそうの音があることをオルゲルプンクツと言ったりもする。いろんな言葉がありますが全部覚えておいてください。全部感じましょう。さあ何が起こる。これは G があって C マイナーオン G ですね。全部でずっとこれの連続であるということではい G ドミナントどうさあどうする続七とスタッカートが消えたりするもう全部それでそうですよ。もう全部セーモールの5ダリララそうですよ。テレラリラリラもう全部5ですよね。もう全部5だけどテレレドルシーレシファルここはね G7 ここは属七その前というのはただのねソファソシレソレシソただの G
だったものが最後の3回目だけ G セブンスになってるとか、より疑惑が強くなってる。ここら辺は明るめなんです。割と明るめねじゃんやじゃじゃ下手するとねゲードゥアにも聞こえる。でもそうではないんだよというここで続七になることであれってやっぱりダメなので出ましたよね。続七から奈落の落ちるはさっきやりましたよ。はい。ファー続七のダンはい半周しという音楽ですね。消えちゃった。どこ行っちゃったんだ。あ、まだめくっちゃダメだったのか。はい、というわけでもう一頑張りしましょう。126。お、変わりましたね、左手が。ドミソドミファソラ第6音ラミファソ5から1っていう全終止かな。シドレソはいはい。シレファラビディミニッシュセブンスっていうのはドミナントのコンシャル省略7級で、これはドミソミドっていうのはトニカ、ね、左手の6の音とドミナントトニカとさあどうなる。はい、先行きますよ。131ですね。ドレミソシレイディミネッシュセブンスはミソシレはファラドの F マイナーであるヨドを目指しているから、ヨド調の5度の古音省略9ソラシドのファラドファこのサブドミナントを目指している。ドファこれはヨドの和音ってことにしていいかな。そうちょっと乱暴だな。そのラスラシードこんな感じかな。まあね、難しいな。ヨド調の5度はヨドを目指している。この音楽性を感じたい。ファラド、ファ。これが第4音でしょ。ファラド、ファであり、ベートーベンの当時持っていた F6 という音は、当時の最高音一番高い音だっていうことも書いておきます。最高音一番高い音から6とトニカとサイヨードがあって一番高い音とさあどうなる。とかいうこういう単調ではないですよね。ちょっとイライラしすぎた。ドラドラ6ゾロクラドファラは第6音。はいはい。第6音であり、ヨドの和音でもあるかな。ファー。これ係留してないから、ファミレド、ファミレド、ラファー。増録もここにあるんだよな。ちょっとそれを知っておいて、ファミレドシ。パッと半周止をして、ドルチェの音楽で、そう。ここは続七だけど、我々は知ってますよね。ここはソラシドレミファレドミソという、ね、C メジャーが待ってます。天国の応援かな。アミレドシソセードゥはきっといいことあります。
陽動を感じて増録からのよかったよかった。今度はね、意地悪されなかった。で、ぐる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 。天国が保証されたぞ。さあ、頑張れ頑張れ。なのかな。ソラシド、一度の和音で、続七。はい、135でしたね。136。一度ドミソに入ってないファミファこれだねドレとドでぶつかそうシレファに入ってないドシラシドミソに入ってないレドシラ続七はいファドミソに入ってないファミレドこんな風に先ほどやったのとすごく似てますファミレド続5度7、1度で5度7、1度のイオンでちょっとぶつかる続5度7、1度で続5度7ですよね。もうどんどん書きますよ。1度にファは入ってない。ファ1度でドとシぶつかってるな。シぶつかりファラドに入ってないシラドラそうねファラドに入ってないそうファラファレファラに入ってないミレファレラファこうやってねいっぱいぶつかってるんです音140ですねファミレドシドミドファラドのヨドの和音クレッシェンドが書いてあるのベートーベンがねこれを感じてるんでしょうミラドラF から F オーギュメントになってもう一個いくと D マイナーという2度の和音にねこうやってちょっと登っていくのかななんかクレッシェンドしたいんでしょミレファレミレファレドッペルドルドッペルこれはねレド5度失敗よいしょ5度超の5度続七化で5度で5っていう音で半周止するはい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 こんな音たちばっかり続一とトニカとごめんなさい指使いも危険ぶつかってってなるんですよね。さあ、セラセどうしこの場合な、セラセどうしそうセードゥアのこれは5なんだよな。さっきと多分ちょっと違うはず。どうしそれ半周しちょっとソシレっていう半周しっぽいかな。それどうちょっと半周しっぽくてこれも5半周しどうなるどうせどうせレスサーファシレファ続七タリラ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 リソラソファミレ1に全終止する。セードゥアでいいと思いますよ。144から147がセードゥアなの。ソラソファミレ全終止。ドレミレドファが4音だ。これさっきのパターン。ファおしまい全終止する。両手ともそうかな。で、ドレミレド。ね、5度から1度に全終止。ドレミレド。ファは4音。ソラシラソ全終止する。全終ミドレミレド。はいはい。スイエラソファミレドミソシはヨド調の5度の続七でしょセイランドミソシはファラドのヨドを目指してダリアリラリラパセードはですねドミソシヨド調の5度ヨドダララタで5度の白くで続七一度って終わりになる同じですはいイオンで同じですさっきと
これをツェドゥアでやってるわけですね。今ね、一緒に書いていただいたりしたらどうかな。わかりにくい方いるので、巻き戻し機能を使ってください。ね、はい。チャンネル登録はもうしてくださってるから。はいはい、こういう音なんだなぁ。140イオンぶつかる音で、どうするそれでトニカを感じて、で、シルクとドミナントとトニカ。ねえ、属七とトニカ。で、ドッペルドミナントかな。さあ、どうなるここがまたね、ちょっとここは頑張って勉強しましょう。1時間35分。こっからのね、すごい心折れそうなんだけど、ハイスピードでやることで許してください。セードゥアの続筆と一度ファラドミファ。これはね、F ファラドミ合ってるかな。 F シャープディミニッシュセブンスで、D セブンスで G というのは5度であって、5度の前のね、5度調の5度続七で、その前ディミニッシュになってるってことは、5度調の5度属句の根音省略ってことになるんです。ね、属七でトニカを感じて、でここら辺はドッペルドミナント、根音省略7、9、ドッペルドミナントで、ここはドッペルドミナントの7ですね。で、低い声になって、ね、属七、そうか、ここでいいのか。C マイナー。やっぱり同音主音という、ここはゼモルに単調戻るかなっていう感じがするかな。ファラドファー F マイナーシレファラ シレファラ B フラットセブンスは E フラットファセモルのファヨドイコール S ドゥアの2度っていう、ちょっと多分長調に転調します。ところがね、ここが面白いのが S ドゥアのこの瞬間、ファシレミ、ここは E フラット、ミソシのワン、その前が G マイナーというね、この瞬間、単調をね、一瞬感じるというのがおすすめです。ここが難しいな。ファラドミ F シャープディミニッシュセブンス、ごめんなさいね、162か。結局 G という5度の和音かな。5度を目指すためにやっぱ5度調の5度根省略9、やっぱドッペルドミナントでいいはずなんだけど、ここで変なのがすぐにラララララレってこっち行かないで、一瞬ね、ここになぜか B マイナス C レファーというね、この単調を一瞬入れてることを、私これちょっとこだわりたいんだよな。なるほどね。あとちょっと気づいたのが、レって第2音なんだな。で、下にあるのが4音なんだよな。こういうのちょっと大事にしてあげる。で、とにかく。属七の中にも2音と4音と246があって、ファは第4音か。4音だったものが S ドゥアの2音へと変わっていくよ。ね。はい、まあいいか。
あれね、ファラドミで、まあセモレ戻るってことにしようかな。162で戻っていって、レが第2音になるんだよな。レ2音。このシレファっていうこの b マイナーを感じて、音出さなきゃダメか。それ2と4でトニカの明るさを感じて、高い4の音ソーファ。これも高い、こっちは高い6か。ちょっとだけ一拍目の音大事かな。で2と4で、単調2度から単調して、ちょっと単調があったりで、ディミニッシュ、変な音が一瞬して続7で、最終的にはC マイナー、C マイナー、C ド、ここの C マイナー、ソシレファロ B、ディミニッシュセブンスからの一瞬のミソシっていうね、この E フラットオーギュメントが一瞬経由してるっていうことをちょっと知っておきたいかな。ドミナントの根性約7級で最終的にトニカ。ドッペル、間違えた。ドミナントでトニカで、最終的にもう一回ドミナントレで、ここで左手が終わってるから半終止して、で、右手だけになりますよね。第6音悲しげな。で、降りてきますよね。こういう風に音を捉えられるかな。単調を感じて、ちょっと S ドゥアになるかな。どこ行くんだ。なんか痛々しい音がしてる。で、原子とオーギュメントと、で、半音ずつ降りて、そうって一人だけの音が残る。このそうは第5音。もうこれは5度の和音、5でいいや。続音感じてみましょう。あれでも半音降りる。これはもう半音ってことでいいかな。で、これは続七なんです。続七で、はい、これがね、A メロ4回目、もう最後の A メロです。はい。こういう音になってるかな。で、録音と、まあ、こういう B マイナー、B マイナーはベートーベン僕黒い調整、こういう、もう書きましょう。黒い調整って呼んだんですって、ベートーベンがこの B マイナー、ハーモールのことを。ハーモール、シュバルツェトンアールテ、お葬式じゃないかと。死ぬか生きるか、そういう影がね、ベートーベンの脳裏をよぎっているんです。ちょっとこのハーモール感じて、でだけど、だけど苦しい人生をどう生きていくんだと、ずるり義手してで、原七らそうね、そろおい、
6と4。そうする。ひどい音してますね。こうちょっと変奏になってラソファイル。ぶつかれずぶつかれずがこういうのがちょっとぶつかってるのかな。サーティンスデレドイレフォンレドイル。はいはい。最後はおしまい。全終止している。で、ぐるぐるぐるってここからコーダ入ってきますよね。もう一あ、コーダまで来たぞ全終止で右手はそのまま動いて、なんかいろんな音があるけど、もう皆さんね、すぐわかります。ドレミレドミソシC7 スからの F マイナー。これは今日もたくさん出てきたヨド調の5度属比1からのヨドと。ドレミレドファって強いじゃないですか。これ確か。ファはね、第4音なんです。ドン。ドレミレドファ。ドレミレド、まあいいや、ファ。はい。ドレミレド、ヨドを目指す。ヨド調の5度からのヨドを目指す。ヨドを目指すでいいかな。ヨドの和音を目指す。はいでラドミファラドミラファ。はい、これは増6の和音になってます。ラドミファっていうことは、これは5度調の5度の第5音下方変異属句第2展開形と。レファラドミヘ、第5音下方変異の根音省略の第1第2展開形で、次が、ドミナント白く、もうただの D と T という、はいはい、セーモールですね。ヨド調の5度、ヨド調の5度、ヨドドッペル、増6白く DT、ヨド、でピアノ、増6、ドレミレド、ファー、ドレミレド、ファーっていうのはね、高いよ。結局なんかファー、ドレミレド、ファー、高い4の音があることで、増6っぽい感じがカッコあるかな。さあどうなる。ドレミレド、どうしようかな。そう、ドレミ、一応白くってことにしようかな。ドレミレド、ラが高い6、ラドレミレドで、ファラドミディミニッシュは、これはだからドッペルドミナント、これは増6じゃないか。コーン省略79、ドッペルドミナント、シドレドシ、はいドミナントのコーン省略なしか。で、トニカ1度の和音、レミファミレレファラ、2度の和音ってドイツで書けないんだよな。これは2とやれる。で、同音、ドミナント、同音、主音、ドン。2度の和音。最後、フォルテ。なんだろうな、246。このファーシャープ、バスだけ失礼すると、高い4の音があって、白く4があって、普通の4。だけど属七だな、これ。4があって、ドレルトニカがあって、もう一回これがね、2度の和音は4の音や2の音やね、6の音、全部オンパレードです。で、ドミナントトニカ。増6、ちょっと低い音、2度のドル
これがな、困ったな。一度のトニカの1点、ヨド6、短い音なのでできないんだけど、5、ファー、そしてファー、ヨドの音であり、属七、フォー、ミルドシドと全終止する。トニカララ、TS。だから、機能和声で言うと、強いトニカからサブドミナント SD のが強い。それでトニカ。はい、なんかゼモールのアメルシド。はい、トニカ。これは一回全終止して強いトニカと、S6 でドミナントと、リラルトニカで全終止する。ファミレド。おっと、どこ行った？ファミレドレファラ D フラット行った。さあ、これが何でしょうね。まあ、いっかな。ドミソをよく感じて、S ドミナンで、サブドミナントが大事じゃないカデンツなんで、これはセーモールにとって、ね、主音の半音上というのはこういうのをナポリと言います。そうファミレドナポリ。ナポリでありながらイコールこれはね、ラセドアスドゥア行くんですよね。はい、アスドゥアに行きます。これはファーがラセドミファー第6音か。で、これ最高音ですよね。F6 という最高音。ナポリ、そうだからセーモールにとってのナポリでありながらイコール、これはアスドゥアにとってのヨードサブドミナントというね。これアスドゥアにもう一回行くのかな。属七奈落のうちに明るいようななんないような見ると、なんかね、どうなんでしょうね。アスドゥアを目指しているのかな。アスドゥア2楽章の調整です。それをアスドゥアもう一回希望なんで戻らないねえセモでナポリと思いきやのアスドゥアレミソシレの音はこれは何者か。これはレは属七という音。アスドゥアは僕に愛はあるのか。僕に愛する人は来るのか。きっとラシドドルシドランテーマですよね。蝶々の第3日。まあ全終止って言っていいかな。ラシドルシ全終止する。アスドゥアなんでしょう。なんかひどい低い属七。アスドゥアは愛だと思うんですね。この何か愛を持っては僕は救われるのだろうかと。でもこれがラファだけど増録を本当に使ってるんですね。これソドミナントかなの4がなくて6だけ。この増録があるってことはこれはもうセーモールのセーモールでしかこの増録はセーモールにとってのどういう5度調の5度ラとファしかないから画法変異でラドミまあ9だな一応でこの省略でこれが5度四6ということになってでもちろん最後はフミレドファーそっか属7最高音のミレドファミレド
一度ドン。もう強く終わっていいでしょう。いいか、アスドゥアのようなぞ。だけどセモールを頑張らないと。だけど今は愛を夢見つつも頑張って転がるように生きていかねばいかぬというベートーベンの思いを見て取ることができるでしょうか。2時間になる前に終わったかな。山岳賞特貫大急ぎで失礼いたしました。皆様の勉強のお役に立ちますこと、そして私は9番10番とこの後の頑張る、明るく頑張るベートーベンになっていきます。皆様に早くね、この後のベートーベンの作曲たち32曲頑張ってやるから、 YouTube さんたくさん人をもっと応援して、この動画もどうか大勢の人に届きますよ。長い動画ですが必ずちゃんとね整えてあるかな。今からはい頑張ってね YouTube 動画整えます。概要欄ですね。本当に皆様、ここの最後まで聞いてくださった皆様本当にありがとうございます。今後とも本当頑張ります。これ全部やったらね、やったら褒められるかな YouTube に。全32曲の全部解析、ほんとね2時間かかっちゃうけど、またやります。ありがとうございました。最後までご視聴本当ありがとうございました。